こんばんは。本日も同期版コンプリートを目指して探偵仕事に勤しみますと言いたいところですが、今回は少し事件を離れて街をぶらつきながら雑事を片付けていこうと思います。まずは前回たくさん同期版をいただいたので、同期クリニックへ行きましょう。前回いただいた同期版はこの4枚です。問題児が1枚おりますが、なかなか充実のラインナップですよ。特にナンバー2の体が手に入ったのは嬉しいです。心臓血管はインベントリの容量を増やす同期版の中ではトップクラスの拡張性があり、シンプルに最強です。もう一つの効果、価格も大変優秀です。通常、屋外やダクト内にいると寒さで体が凍えてきます。最初は少し手が震える程度ですが、徐々に全身の震えが止まらなくなり、操作を続けるのは非常に困難になります。さらにアップグレードすると、臭い状態など、操作の邪魔になるデバフをいろいろ無効化できるようになります。今回は科学をインストールしますが、いつも心臓血管とどちらを取ろうか迷ってしまうんですよね。ナンバー6の精神力を、これもすごく便利な同期版ですね。すべてのドアを体当たり一発で開けられるようになるという最高峰の筋肉マスターキーを手に入れるか、高層ビルからノースタンドで飛び降りるハリウッド力を手に入れるか、どちらの効果も捨てがたいのですが、今回はトム・クルーズになろうと思います。どうぞ脳内でBGM を流してください。強靭性はちょっと難しい同期版ですね。効果は全て戦闘を支援するものですが、そもそも私は殴り合いに発展した時点で失敗だと思っております。強化すると怪我を防げるようなので、そこの効果で選んでも良さそうではありますが、物を持つと銃弾を防げるやつにしましょうか。面白そうなので、まあ、とっさに対応できるかは別の話です。最後の1枚は問題児ですよ。これは身長を伸ばすか縮めるかという一見するとジョークアイテムなのですが、実はどちらを選んでもかなりのデメリットがあります。正直なるべくインストールしたくない同期版ではありますが、拾ってしまったからには仕方ありません。私はもともと身長が小さい方ですので、縮める方向でいくとしましょう。せっかくですから身長の変化を見てみましょうか。こちらがインストール前に録画した映像となります。通常状態の身長ですね。そしてこちらがインストール後の状態です。少しではありますが、実際に目線が低くなったことがお分かりいただけたでしょうか。まあ、最大強化でもしない限り、そこまで極端な影響は出ませんので我慢しますが。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。いろいろとやりたいことはあるのですが、お次は引っ越しをします。というか、この街のことがまだよくわかっていないんですよね。物件探しも兼ねて街ブラと行きましょうか。おや、こちらはエクリクスですか。なかなかおしゃれな店名じゃありませんか。お邪魔します。これは質屋さんですね。残念ながら今のところ用はありません。次のお店は確かこの辺りのはずですが、レッドアルマジロラウンジ、これはかなりグッとくるお名前ですよ。入り口を発見しました。早速入ってみましょう。随分広々とした店内です。街外れにある閑静なバーといったところでしょうか。良いですね。掲示板もちゃんと置いてあって素敵です。掲示板があるのは役所、ホテルのロビー、それから飲食店ですが、たまにあるんですよね。掲示板を置いてないお店、そういうけしからんお店は営業取り消しにしていただきたいものです。さてお次の店は、わお、ジェントルマン。お名前からして良い感じのバーとかでしょうか。営業中のようです。入ってみましょう。うわっくらい。これ閉店間際じゃありませんか。不法侵入でしばかれる前に退散しましょう。どうやらバーではなく質屋さんのようですね。バージェントルマンだと良い感じのお店に思いますが、質やジェントルマンだと途端にかなり悪どい商売の気配がしてきますね。歩き回って多少地理関係が分かってきました。どうやらこの街の飲食店は北側と西側に集まっているようです。建物の位置関係を把握しておくことは探偵ビジネスをスムーズに進める上で重要ですが、この薄暗くネオンが輝く怪しい街並みはただ歩いているだけでも楽しいんです。さて、物件情報も集まってまいりました。予算内かつ地上1階以上のお部屋は3つです。内見に行こうかとも思ったのですが、よく考えたらどうせ内装は自分で整える必要があるので、地図で間取りだけ見て決めてしまいましょうか。あれ？この部屋は見覚えがある気がします。クリルイスイーツ402号室。先日の事件現場のお隣ですね。こちらは狭すぎですので却下。事件現場の隣というのも惹かれるものがありますが、間取りが好きなのはこちらですね。スタンダードながら玄関をこにはスルーム、リビングを通ってキッチン、寝室と動線がわかりやすいのも好印象です。これください。それでは新居をざっと拝見して、あれ？冷蔵庫据え置きですか？バスルームには何もありませんね。これが普通なんですけど、冷蔵庫以外にも色々家具があるんですね。というかパソコンもつけっぱなし？これ、どういう状況ですか？ちょっと待ってください。この電話機の位置、見覚えがありますよ。まさか、
そんな、いやこれ私が第1話で住んでたお部屋じゃありませんか。ご存知の方もおられるとは思いますが、チュートリアル事件を解決すると、家賃滞納で部屋を追い出されます。そしてこちらがセルフ居抜き物件となります。こんなことってあるんですね。まあこのお部屋、実は気に入ってはおりましたので、買い戻せたのは嬉しい誤算でした。いくつかなくなった家具があるようなので、おいおい元の姿に戻していくとしましょう。シャドウズ・オブ・ダウトは Steam で大好評発売中です。それでは、そろそろ依頼の方を。もしもしレマちゃん今どんな感じ？なんだ、オルルですか。一段落ついたからこれから依頼でも探そうと思っているところです。じゃあこないだの指紋調べてよ。薬莢から出た指紋ですか。陽民館の指紋かどうか知りたくない？以前それで役所壊れたんですけど、まあいいや、考えておきます。怖いから役所は触りたくなかったのですが、まあせっかくですからやるだけやってみますか。お願いだ、助けてくれないか？もう誰も頼れないんだ。どうなさったんですか？そこのあなた。お名前は？どうも、アドムナイトだ。ナイトさん、何かお困りごとでも？俺が話したいように見えるか？それはもう、話したくて仕方がないように見えましたけど、新手のメンヘラさんでしょうか？よくわかりませんが強く生きてください。さて、この町の職場には従業員情報が保管されておりまして、お名前、写真、指紋を照合することができます。これは陽民館さんの例外ではありません。まあ当然、誰でも入れるような場所には保管されていないんですけど、それでは覚悟を決めて、行きましょうか。まずは明かりを消して、監視カメラを向こうか。オフィス側に人影はなさそうですね。住民たちは電気やパソコンの状態が変わると元に戻そうとして集まってくる習性があるので注意が必要です。お次はセキュリティシステムの電源を切りまして倉庫にお邪魔します。ほとんどの場合倉庫には鍵がかかっています。まあ探偵には関係ありませんが従業員記録を発見しました。お目当ての方はいた。タイプ P の指紋を発見しました。ジェニファー・ウォーターズさん、あなたがあの時はそこにいた陽民館さんですね。どれどれ、ウォーターズさんの勤務態度は？健康問題を抱えている。協調性がない。集中力がない。異常な数の病欠を取得している。まさかの病弱系陽民館さんでした。相方さんであるタイプ Q の指紋はないようです。てっきり同じ職場の陽民館さんはバディを組んで現場に向かわれるものだと思っておりましたが、どうやらそうとは限らないご様子。というわけでウォーターズさんの相方を探しに最上階に来ました。ここだけレイアウトが違うみたいですね。普段来ないので存じ上げませんでした。他の階より少し偉かったりするのでしょうか。いました。タイプ Q の指紋の持ち主、アイガン・アリエーフさんです。これで、前回現場に落ちていた薬莢は、すべて陽民館さんが発砲したもので確定です。すっきりした。陽民館さんは2人1組で行動なさいますが、違うオフィスに所属している人たちが組むことがある、ということですね。ホルルに言われなければやってみようと思わなかったのですが、なかなか面白い調査結果でした。せっかく来たので、帰る前に何かお土産でもいただいていきましょうか。労働者よ団結せよ。スターチを手放し、ペンを手に取れ。反体制派が陽民館に紛れ込んでますけど、大丈夫ですか？略ネタの気配がします。こういう仕事をうまくやる秘訣は、余計な話に首を突っ込みすぎないこと、と昔から言われております。見なかったことにしましょう。模範市民、街中のゴミ箱にゴミを捨てるたびに2クローを獲得、または珍しい本を読むたびに6クローを獲得。いいですね。実に陽民館さんらしい動機版じゃありませんか。とはいえ陽民館さんは当然模範市民ですから、今更こんな動機版は必要ありませんよね。今回も大収穫でした。動機版の収集も進みましたし、前回の事件の謎も明らかになりました。陽民館さんの個人情報を集められたのも大きいです。指紋がバッチリ判明しましたので、今後、陽民館さんに事件現場を荒らされても、犯人の指紋と陽民館さんの指紋を見分けることができるようになります。さて、寄り道も堪能しましたし、次回は依頼を受けていきたいですね。